間違いいっぱいの自動車選び。間違いいっぱいの自動車選び。どうもヒラリー男爵です。今日は車用のレカロシートを流用してゲーミングチェアもしくはオフィスチェアを作っていきます。なお当チャンネルでは音声入り動画は初めての試みです。お聞き苦しい点あるかと存じますが、温かい目でお守りいただけると嬉しいです。この動画に来てくださった方にはいろいろな方がいらっしゃると思います。まず車好きの方、売却される車からの流用でしょうか。自分たちもそうです。車、室内、シート売却とローテーションしています。それからゲーミングチェア目的の方、ワンランク上のゲーミングチェアをお探しでしょうから、使用感やシート選別に関する部分をご参考ください。そしてオフィスチェアをお考えの方、腰痛軽減や組み立てに関する部分、アームレストに関する部分をご参考いただければと思います。まずは概要的な特徴を述べさせていただき、取り付け風景、それぞれの着座感、共通する長所、短所と進めていきます。見えているものが車用の後付けシートとして単体で発売されているものです。そしてこちらが別売りの足の部分です。この両方を購入し組み付けることで室内用の椅子として完成します。レカロから正式にゲーミングチェアの完成品としての販売もされています。ただしお値段がなんと17万7000円という値段が付けられています。高級なグラボ1枚分かな。今回みたいに単体を組み合わせるとその3分の2ぐらいの値段でできてしまうので、それも動画の趣旨の一つです。続いて私たちが呼んでいるシートの部位の名称です。まず座面、シートバッグもしくは背もたれ、ヘッドレスト、この穴はベルトホールと呼んでいます。両脇の盛り上がっている部分、これを全部まとめてサイドサポートと呼んでいます。また中央の背骨を支える部分、ここをランバーサポートと呼んでいます。一つずつ見ていきます。こちらは SR7F というモデルです。実際にサーキットで使用していました。でも特徴はこのごつい見た目とは裏腹にサポート性は緩めでクッションも柔らかいです。レカロの中では中程度のサポート性で SR3、4もしくは SP から始まるシリーズと比較するとだいぶ緩めです。またこの表地にも特徴があります。このモデルは2種類の表地が使用されていてミックスされていて、中央部は織物系、両サイドは裏側です。ジャージ&バックスキンという感じですね。それから座面のサイドサポートの部分、ここは SR7 の後に F がつくモデルは低め、つかないモデルは高めに設定されています。そしてこのレカロと書かれたロゴの部分、ここは光沢性のある糸が使用されています。光を当てると白っぽく見えます。カメラでちょっと伝わりにくい部分ですが、所有満足度につながる部分かと思います。続いてエルゴメドというモデルです。こちらは快適性が重視されているらしく、自分たちもミニバンで使用していました。実際に見てみてもサイドサポートの張り出しは大きいんですが、先端が開いていてゆったりしています。座面のサイドサポートは純正シートのように低いです。なので室内で使用しても座ったり立ったりが楽ちんです。大きな特徴はアジャストできる部分の多さだと思います。ヘッドレストは動きますし、また座面も伸縮させることが可能です。それからこのプシュッとしたものを握ることでランバーサポートの調整が可能です。弾力、張り出しを調整できます。椅子って
体型の近い方の感想でないと違ったものになりがちですよね。そこで、まずはヒラリーのスペックです。自分の体型は172センチ、62キロです。足の長さは、お股の下が、1メートルなかったような、全然ないね、76センチです。お腹とお尻はパンパンです。それでは取り付けです。ネジ止めする箇所は4箇所。六角ヘッドのボルトを4本止めていくだけです。場所は1、2、3、4。作業は簡単なんですが、重量のあるものなので、可能な範囲内で精度の高い工具を用意されるとより簡単です。では、やっていっちゃいます。あれれれ、ここでハプニング。戻りました。多分これだと思うんですよね。わかるかな。これだけサイズが違います。わかんないか。ちょっとじゃあこれでつくかやってみます。よし、1箇所入っちゃえばなんとかなるね。できました。ヒュー、イエーイ。デスクに戻ってきました。さあ、ちょっと座ってみます。いやー、気持ちいいです。このシート、自分長く使っていて慣れているのもあるんですが、いやー、いいっすね。全然レカロってブランドには、魅力じゃないけど、好みも何もないです。でもやっぱりこの座り心地は好きです。では、長所と短所です。まず長所は、お尻の部分が柔らかいです。クッション性が高くて、室内用に適しているかと思います。で、ももの後ろの膝に近い方、若干硬くなってます。ただ、座面の長さが適度なので、相当長時間座らない限り、足がだるくなるという症状は出ないかと思います。でね、サイドサポートの部分、上半身なんだけど、ここは自分の体型で手のひらが1枚入るような感じです。普通にリラックスしてます。ランバーサポートはかなり張り出してますね。背中の背骨の部分。ここはね、好みかな。あとはシートバックの角度調整でダイヤルで変わりますんで、ここでお好みに合わせてという感じですかね。じゃあ次、欠点です。欠点というか弱点。弱点はまずヘッドレストが硬いです。ベルトホールがあるから仕方ないんだけど、身長150から160の女性の方だと、ちょうどベルトホールのところに頭の骨が来ちゃうと思います。するとね、背もたれ寝かしてリラックスしたい時とか、ちょっとネックパッド、ゲーミングチェアによくついてるネックパッドが欲しくなっちゃうかもしれませんね。別売りで1個5000円ぐらいです。続いて、ゲームされる方にはちょっと致命的かもしれない弱点があります。このサイドサポートの張り出しがちょうど肘のとこに来ちゃうんですよね。なので、マウス操作やキーボード操作、素早く感度弱くして素早く振るような動作をすると、肘が当たって作動量にちょっと制限がかかっちゃうかもしれません。これはね、自分は
このパソコンでゲームしないんで特に問題ないんだけど、もし可能だったらね、実際この椅子に座って見れる場所で確認されたらいいかなと思います。ではエルゴメドに変えていきます。でね、すいません、さっき自分ちょっと言い忘れちゃいまして、この足の部分のことなんですね。これね、これもちょっとした組み立て式です。確かここのボルト4本と、それからキャスターの部分を自分で付けたと思います。それから値段です。この型で6万円です。で、キャスターのないタイプも販売されてまして、そちらは3万円台だったと思います。シートがね、7万円から9万円ぐらいで販売されているんで、両方組み合わせると一番安く済むのはキャスターなし7万円台のレカロシートという感じです。じゃあちょっとエルゴメドつけていっちゃいます。よし、できました。では改めてシートに戻ってきました。再びカムバック。では今度はエルゴメドの長所短所を述べていきます。で、長所なんですが、まず自分このモデル2脚目なんですね。今回助手席を持ってきました。で、2、3年使ってるのでその感想です。で、長所ちょっとね言いにくいです。すいません。っていうのも、本当に買うか買われるか迷っていらっしゃる方のためにはっきり言っていきますね。長所はさっきの SR7 で見られた短所が目立たないというくらいしか思いつきませんでした。さっきのね、このシートのいいところはこの肘が、サイドサポートと肘がうまく逃げてくれる、邪魔にならないのでゲームに適した肘を動かしやすい形をしています。で、あとはね、その腰痛なんですが、自分2、3年腰痛なんて感じたことないので、物自体はすごいいいと思います。ただ、そうね、十数万円出してこれ買うかって言われたらちょっと悩むとこでもありまして、微妙な欠点ね、人を選ぶ部分が大きいんですね。まず座面が長いです。同志社と比較しても若干長いぐらいの座面の長さがあります。自分の体型ですとこの座面の先端がね、膝までも来ちゃいます。膝の後ろまで。で、この状態で座っているとものの1時間で足がだるくなってきちゃいます。なので身長175センチ以上、もしくは足がすごい長い女性の方とかね、そういう方向け、もしくは限定って感じかな。自分は一応この足元に見えるこれサブウーハー、スピーカーなんですけど、これをオットマン代わりにしてしのいでます。で、あとはね、背もたれなんかは大きくて肩の安心感あります。で、しかもシートバッグ小さめなのでオフィスに置いても周りの方への迷惑が少ないのかなって思います。最後に共通する長所、短所、主観のまとめです。まず自分が述べたいことです。それはどんなにいいものにも必ず長所と短所がある。だからこそ物選びが面白いということです。で、レカロシートです。まずね、やっぱりごめんなさい、このシートのこの満足感、お部屋にありましたらこのボリューム感にびっくりされることでしょうし、オフィスにありましたらきっとね、周りのみんなが座らしてよって寄ってくるんじゃないかと思います。実際に座っても背もたれの大きさはやっぱり特別で、この肩の周りに包まれ感、これ一度味わっちゃったら普通のオフィスチェアには座れなくなっちゃうんじゃないかなっていう気がします。じゃああと特徴的な部分、
椅子の高さに関する部分です。足ですね。これね、下がるのはすごい下がります。いいシートに共通する長所だと思います。逆に高さはそんなには上がりません。自分の体型ですとちょっと低いので、デスク側で調整することになります。ここで一つだけね、ちょっと問題が起きてきます。このデスクの高さは、62センチです。で、一般的なゲーミングデスクとか、今お使いのデスク、もしかしたら高さは違うかもしれないんですね。で、買うと言ってもあんまりないサイズなので、ちょっとデスクを選ぶ形になっちゃうかもしれません。で、自分のこの状態で、デスクとシート座面の段差が16センチぐらいです。この点、本当にね、買うか買わないか迷われている方はご試行いただければと思います。以上、レカロシートをゲーミングチェアもしくはオフィスチェアとして使ってみたという動画でした。私どもこれからも動画も頑張っていきますので、もし少しでも参考になったよと思っていただけましたら、チャンネル登録、いいねボタンお願いできればと思います。ではどうもありがとうございました。